全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は皆さん、今から冬のキャンプで非常に大活躍する薪ストーブをご紹介します。で、今日は薪ストーブを全部で8種類の薪ストーブを本日ご用意いたしました。で、ご覧の通り6個がまだ未開封の状態で新品です。この動画が完成する頃にはおそらく11月とか12月になっていると思いますんで、少し遅いかもしれないんですけれども、ぜひこれを参考にして、購入を検討いただければと思います。で、一番左側、僕から見て左側、皆さんから見ると右側だと思うんですけれども、一番端っこのものがここの古民家のいわゆる住んでる人のリメイクしたものがあります。リメイクというか磨いたものですね。でそちらもせっかくなんでちょっと燃やしてみて、どういう使用感なのかとか、僕アウトドアで使えたら面白いかなと思ってるんで、そういったのをちょっとやっていこうと思います。それでは今から全て、まずは開封をして、組み立てていこうと思いますんで、よろしくお願いします。今一通り全部開けてみました。入っているものはこんな感じですね。 DOD は持ち運びをする、ケースが入ってます。こちらがペトロマックスですね。武骨でかっこいいですね。でこの足はここでこれをちゃんと差し込んでいれば、ここでピン止めがされるというような感じですね。中はここが下に下げると、あんまりここがねあんまり動かないんですよ、そんなに。だからちょっと下がったらちょっと下げるともう開かなくなりますね。でこちらがキャプテンスタックの薪ストーブです。ここにロゴが入ってます。でこれも同じように下にやるとここが引っかかって上げて引くと開くっていう感じですね。で、こちらが G ストーブです。かっこいいですねこれ。ここの形状もちょっと変わっていて、これを回すことによって内側の突っかかりが動くっていう感じですね。右に回すとロックされて引っ張っても開きません。でこの下、ここは空気口ですね。で空気口がちょっと面白いですね。これは空気口が今閉まってまして、右に回すと開いて、ちょっとこの小さな円のバージョンもあります。はい。で G ストーブに関しては上に横に棚みたいのがついてます。でこれが炭かきですかね。でこちらが天幕デザインです。天幕デザインの横にロゴが入ってます。でちょっと G ストーブと似てますね。上に、似てるというか、色味と上のこの棚みたいのがついていまして、
この取っ手がねかっこいいですね。かっこよくないですかこれね。デザイン性が非常に優れています。はい、で天幕はまず箱というかこう持ち運びする時のケースがついていて、天幕デザインのこの付属品に、これはお湯を温めるものですかね。これをちょっと後でつけてみるんですけど、蛇口とお湯を温めるものがあります。でこの辺りは煙突ですね。でおそらくこれは下に引いて灰とかを、地面をこう汚さないようにするためのものだと思います。で、最後に、今開封したものの最後はチビストーブ。なんかねいろいろ火ばさみまで入ってました。これはい。でこの家の持ち主に借りている、本間とオリジナルというかリメイクしたものですかね。すごい昔のものだと思います。はい、こんな感じで今ざーっと薪ストーブを全部用意したので、これから薪ストーブを実際に組み立てて火を入れてみようと思います。DOD がね、この中が全部ガラスでいい感じで見えそうなんで、ちょっと楽しみですね。ペトロマックス、キャプテンスタック、 G ストーブ、天幕デザイン、チビストーブで、これが本間。後で煙突つけます。でこれが、すごく昔にあった謎のストーブです。じゃあ今からこれに火を全て一旦入れていこうと思います。はい、今一通り全ての薪ストーブに火をつけ終わりました。もうね DD とかはちょっとこう表にガラスのところに今ヤニがついて、これ多分結構火が強くなって後の方、火が回ればこのヤニの部分は、垂れてくると思うんですけど、圧巻ですね。いかがでしょうか。かなりインパクトがある絵だと思います。この手前が黒くなっているのがちょっとヤニが煙がね黒くなってついてます。で今日火入れ初めてなんで、やっぱり煙突の色が
こういう風にね変わってきますね。なんかここめっちゃかっこよくなってないですか。これいい色ですね。逆に黒に関しては当然色の変化がないというか、これキャプテンスタックです。やっぱ煙突から煙が出るとすごくいい感じですね。なんかこう雰囲気があるというか。で、G ストーブと天幕に関してはなんかちょっとこうブロンズみたいな色になってきましたね。これはこれですごくかっこいいですね。煙突もちょっとこれが天幕のポール、煙突、 G ストーブの煙突似てますよね。ただ天幕が上はこういう網目状になっていて、 G ストーブはちょっと網目ではないですね。で、チビストーブね、ちょっとね組み立てるとき少し手間取ったんですよ。割と勢いよく今煙が吹き出てます。でこれが本間のストーブ、ちょっともうね結構ボロボロなんで斜めになってますけど、割とすごい勢いで吹き出てます。でこれがこの大家さんのオリジナルのやつですね。まだちょっと今火が、今こう全体的にこの前歩くだけでめちゃくちゃ暖かいですね。やっぱり冬これが外で、テントの中じゃなくてもあると結構違う気がしますね。本間とかねこれサイズが大きいんで単純に暖かいっていうのがありますね。もう少しちょっと様子を見てみようと思います。はい、まずは DOD のメラテレビ16型というものを購入をしています。価格は Amazon 価格で 29,456 円で、おそらくこれは少し割引になっていた値段だと思います。参考価格、いわゆる定価のところが 42,900 円というふうになっているので、ちょっと正式な価格は公式サイトを確認をしてください。で、サイズなんですけれども、横幅が53センチ、奥行きが24センチ、高さが191センチというふうになっています。で収納サイズが 57.3 センチ、29センチ、高さが33です。で重さが 16.1kg なんで、今回紹介する薪ストーブの中では結構重たい方ですね。で特徴としては結構いろいろあるんですけれども、まず一言で言うとめちゃくちゃかっこいいです。映えますね。なぜかというと、やはり薪ストーブっていうのは中で燃えている火を眺められながらテントの中でも楽しめる、キャンプの時に楽しめるっていうのがあると思います。こちらのコンセプトが、クリアな大型窓でテレビを見るように炎を楽しむというふうに、書かれているので、あとは名前ですよね。テレビという風な名前がついている通り、かなりしっかり正面から見ることができます。で今回は一番最初に買った新品の状態での火入れで、正面が一番最初って木のヤニとかが燃えて、煙が燃えて黒いのがついちゃうんですよね。ちょっと今回この正面から見えにくいのはそういった理由があります。その他にも紹介するショーズの薪ストーブと、あとは G ストーブと天幕のウッドストーブに関しては、あとはチビストーブもですね、正面から少しだけ炎を見ることができます。今回、実際にここに並べたものの中では DOD が一番正面から炎が見えるので、非常にデザイン性がある薪ストーブだと思っています。薪ストーブというのはこの煙突の中を通った空気が、上の方にずーっと上がっていくっていうような感じなんですね。
こうかまどの中で燃えている、熱風が煙突をくぐって上に外に排気されるという風な感じです。ですのでこの正面に丸いポツポツが開いてるんですけれども、ここから空気をうまく取り込んで、ここにここから空気を取り込んで、上に煙突の中上がっていくんですけど、この正面ガラスの方に穴が開いていることによって、その本来ガラス面にたくさん煙が当たるところを空気を取り込ませることによって軽減させて、従来のものよりもクリアな窓を保ちやすいというような特徴があるそうです。で、僕が唯一気になったのが、こう持つ取っ手があるんですよ。取っ手を何て言うんですかね、取っ手はもうすぐにこう外すことができるんですけれども、ちょっとこうしっかりとこうつけないとこう落としちゃいそうだなっていうのを感じました。とはいえ持ち運びの時は付属のバッグがついているので、そちらに関しては非常によろしいんじゃないかと思いました。で、この薪ストーブは40センチの薪がぴったり入るというふうに書かれています。一般的にはおそらくここキャンプ場で買った薪でやられると思うんですよ。そのキャンプ場で一般的にこう売られている市販の薪がおおよそこう40センチの幅であれば問題がないということで、そのサイズが多くなっています。比較的こう DOD の薪ストーブに関しては背が低いです。他のはこう足がついてるんですけれども、この DOD に関しては足はあるんですけれども、足がついてなくて、ただその下に天板が入ってるんですよね。でこの天板が入っていることによって熱を遮断して地面の芝生とか地面をいたわるっていうような風になっているそうです。で、僕はこれ初見でほぼ説明書を見ず組み立ててみたんですよ。それでも全く何ていうんですかね、わからないことがないというか、非常に簡単です。もう開けてこうロストルが設置されていることを確認して、いわゆるこう一番下の面に直接炭だったり薪が置かれて穴が開いている天板があるんですけど、そちらを設置されるのを確認をして天板を取り付けますと。で、天板を取り付けると上にストーブの煙突を立てていって終了です。で、今回僕はペグダウンとかはしてないので、そこだけは皆さんご注意ください。本来であればテントの中で使う人が、自己責任で中で使う人がいたり、外で使う人がいると思うんですけれども、やっぱり地面がアウトドアシーンっていうのは安定しないことが多いので、そういった時は必ずペグダウンをします。ペグダウンはものによってはこの DOD もそうなんですけれども、煙突の部分に針金がついていて、この針金のところから紐を引っ張って地面にペグダウンをします。そうしておかないと、例えば仮に煙突をテントの中から出しているとしたら、テントが吹雪いたり、テントが少し風が強い時に揺れたりした時に煙突ごと倒れたりします。で、もちろんテントが倒れたら煙突がもう倒れてしまうのは仕方ないと思うんですけれども、できる限りそういうのを防ぐためにしっかりとペグダウン、安定した場所でやるっていうのが重要だと思います。薪ストーブの種類によってはもう足のところにペグダウンができるようなものもありますので、例えば小津さんのものとかはそういういわゆる事故を未然に防ぐことをかなり考えられて作られていたりするので、安全に使うようにご注意をお願いします。いずれにせよこのメラテレビ非常に良いと思いました。正面のガラスからゆらゆらと燃える炎を見ながら楽しめる。で、僕この日夜ここのオーナーさんと一緒に、ご飯を食べたんですけど、このストーブの前でですね、非常にやっぱり良かったです。前にローチェアタイプで座って、もう正面で本当にテレビを見るように炎を眺めると。これは僕は素晴らしいデザイン性、素晴らしい機能、素晴らしくキャンパーの心の分かった商品なんじゃないかなと思いました。多少重かったり、いわゆる取っ手のところがちょっと気になったり、そういったのを置いておいてでも僕はかなり気に入っている商品となります。せっかくなんでネット上の口コミなんですけれども、ちょっと読み上げてみます。まずは良いところはコンパクト、ソロキャンプ用、ピザも焼ける、火が見れる。そうですね。コンパクトというところに関しては他にもたくさんあるのであれなんですけれども、ソロキャンプでも十分使えると思います。ただバイクツーリングの方とかはちょっとさすがに重たいと思うので、どちらかというとオートキャンプですね。車で行く方ですね。で、ピザも焼ける、下の天板のところで、物を焼くっていうのができるみたいですね。で、炎が見れる、特徴の通りですね。で、良くないところというと、バリがある、いわゆる
鉄のところが、切りっぱなしとかではないと思うんですけれども、バリがあったのかもしれないです。煙が漏れ逆流する、これは僕は特に感じなかったので、もしかするとちょっとした初期不良なのかもしれません。重たい、そうですね、16キロあるので多少重たいかもしれません。変形して使えなくなる、これは僕ちょっと長く使ってないんで、もう一つ耐久性が低いっていうのがあるので、そのあたりはちょっと何とも言えないですね。価格は高いんですけれども、その他の5万とか6万とかするものに比べると比較的安価に買えるので、デザイン性を見て、自分で選んでいくのがよろしいのかと思います。はい、で次、2つ目なんですけれども、ペトロマックスのロキというものです。こちらは Amazon 価格で38,610円で購入をしました。サイズは 83.5 センチ、高さが241センチ、2メーター40センチですね。幅が55センチというふうになっています。おそらくこれは足を入れたサイズだと思いますね。で、重量が 12.2kg なので、先ほど紹介した DOD に比べると多少軽いっていうような形になっています。で、このロキなんですけれども、真っ黒のデザインで、炎が見える場所がありません。ただし上にいわゆる何ですかね、蓋みたいのが開けられるようになっていて、そこで調理をしたり、それを開けていれば蓋が見えるというような感じですね。ブラックで非常にデザイン性は僕はかっこいいと思いましたね。足のところは、形状としては最初折りたたんでるんですけれども、これを開いてピン止めしているピンのところを抜くんですよね。ピンのところを差し込むとロックされて、いわゆる何ですかね、足が動かないようになります。ですので内側にドーンという風になったりすることは当然ありません。で、ロキの特徴としてはコンパクトでどんな場所でも使いやすい組み立て式のポータブルストーブです。使いやすさと持ち運びやすさを徹底的に追求したスタイリッシュで無駄のない機能美が特徴と、ピンを差し込んで固定する折りたたみ式の三脚足サポート、煙突は5分割式で本体に収納可能ですと。ストーブの上でポットやフライパンを使って簡単に調理することもでき、円形カバーを外せば直火料理も可能です。テントの大きさに合わせて煙突の高さを5段階調整できますと。別売り煙突ストーブを使えば煙突を高くしてグランピング内のストーブとしても利用することも可能ですというふうに書かれています。で、この天板のところにそのまま何かを置いて調理をすることもできると思いますし、いわゆる蓋を開けると、丸い蓋を開けると、直火が見えるので、そういったところで直火料理ができるというふうに書かれています。で、割とやっぱどのメーカーもそうなんですけれども、上がフラットなんで薪ストーブの上で調理をしたりっていうのができるので、そういったところは確かに便利なのかなと思いました。結構ね、テントの中に引きこもってっていう人が実際のところ多いと思うので、そういう意味では何ですかね、手軽で焚き火料理が楽しめるっていうふうに考えています。ペトロマックスのロキに関しては持ち運び用のストーブが確か別売りですかね、別売りで6300円税別で売られているので、そちらは別のものを購入する必要がありそうです。結構ね、この袋っていうのは、基本的には必要だと思います。何かその他のものを代用してもいいと思うんですけれども、やっぱり割と頑丈な袋がいいと思うので、純正でサイズがぴったり合うのがいいんじゃないですかね。で、僕としてはもうこれ僕の完全な主観なんですけれども、やっぱり炎は見えた方がいいです。炎が見えた方がいいので、やはり僕は炎が見えるタイプのものを選ぶと思います。最終的に使うとしたら、今僕がメインで使っているものに関しては天幕のウッドストーブと、あとはショーズのG ネオをメインで使っていこうと思っているんですけれども、どちらも、ガラス窓があるので、そちらに関しては僕は譲れないポイントですね。で、僕はテントの中で使うことはほとんどなくて、どちらかというともう外でいわゆる焚き火を楽しみながら、その横でさらに薪ストーブを置いているっていうような状況が多いので、それはそれぞれの皆さんの好みに合わせてやればいいのかなと思います。はい、ということでペトロマックスのロキの紹介でした。次はキャプテンスタックのかまどですね。こちらは結構お値段が安くて皆さん買いやすいですね。16,890円で僕は Amazon で購入をしました。で、このキャプテンスタックのかまどは足の高さが調整ができますと。ハイとローの2段階の高さで調整ができて、ハイにすると比較的高いので、腰をかがめずに調理ができるというふうに書かれています。ローはゆったり座ってくつろぐ高さですね。
でこちらが重たさがセット重量が10キロというふうに書かれているので、これまで2つに比べると多少軽いという感じですかね。で実はこのかまど煙突のストーブに関しては先日三つ星キャンプのロケがあったんですよ。これがおそらく12月の4日2019年の12月の4日に放送される回なんですけれども、その時の僕がリポートをするんですけれども、ゲストとしてお呼びさせていただいたのがキャプテンスタックさんとショーズさんでした。で、その時にキャプテンスタックの方が使っていた薪ストーブがまさにこれで、いろいろとその動画、いわゆる三つ星キャンプの番組でも非常に細かく、ヒアリングをしています。で、僕がそのまま聞いたことをお伝えすると、この上の天板のところが丸いのが2つで、さらに四角いのが1つあるんですよね。でここに関してはこのまず四角いところをガサッと取って、この丸いところも一緒にですね、結構ドーンと開けることができます。でこの開けたところに付属の網がありますので、この網を乗せていわゆるお肉を焼いてバーベキューみたいな形にすることもできます。でさらにこの四角いところだけをつけて真ん中の丸いところを取れば、そこではいわゆるお鍋で調理をしたりコンロみたいな形で使うこともできますと。で奥の煙突の横にある小さめの丸いところに関しても開けることができまして、ここは小さめのやかんだったりを置いて調理をしたりすることができます。キャプテンスタックさんは非常に大きな企業が、かなり研究開発というか、かなりいわゆる商品調査とかを行って、商品を作っているみたいなので、いわゆるこういうかゆいところに手が届く割に非常に安価な商品というところが特徴なんじゃないかなと思ってます。でこのかまどなんですけれども、高さを出せるところは結構機能としてはいいなと思って、ファミリーキャンプとかご家族で行ってる高くすることができることによって、使いやすさいわゆる料理をしたりすることができるっていうのがあると思います。キャプテンスタックのかまどに関しては火を見ながら楽しむことができません。これは上を開けていればもちろんできるんですけれども、正面の扉から火を眺めながらっていうことができないので、できないといってもいわゆる通気口のところを少し開けるぐらいしかできないので、かなりゆったり火を眺めながらっていうタイプではないです。ただ薪ストーブの価格帯としては非常に安い、本間製作所も安いんですけれども、非常に安く、その安い価格で購入ができるっていう意味では選択肢としてはありなのじゃないかなと思っています。で例えばハイの状態で使って、ローの状態もそうなんですけれども、煙突に関しても、他のものもそうなんですけども、煙突は1本だけ出すとか2本だけ出すとか3本だけ出すみたいな感じで、高さを調整できるので、いわゆる使う、用途によって、できるんじゃないかなと思います。で五徳が2種類あるので、バーベキューグリルとしても使い勝手がいいっていうようなものになっています。はい、次ですね。次は G ストーブのヒートビュー XL サイズですね。で、こちらに関しては Amazon で68,200円で購入をしました。サイズとしては横が50センチ、奥行きが 47.5 センチ、高さが290センチメートル、2メーター90センチというふうになっています。で、重量が 11.3kg というふうになっていて、薪ストーブの一般的な重さなのかなと思っています。G ストーブに関してはノルウェーに本社を置く、薪ストーブ専用のメーカーが作ってるんですよね。ですので、デザイン性が非常に高いというふうに僕は思いました。めちゃくちゃかっこいいですね。作りがやはり専門の業者が作っているだけあって、結構丁寧な感じがして、曲線美が非常に僕は気に入っています。で、オールステンレスという風になっていますと。ですので、鉄よりも軽くて丈夫で錆びにくいので長持ちするっていうような機能があると思います。メンテナンスも鉄と比べるとやりやすいそうです。でもちろんこの G ストーブに関してもロストル、網を1枚入れることができて、その網の上に薪を置きます。そうすることによってロストル、この網の下に空気が通りが良くなるので、燃焼効率が良くなるっていうふうに書かれています。G ストーブはこの炭かき、灰をかいて引き出す時に使う、取っ手もあったのでもついていました。
でこの足のところも折りたたんで、いわゆる本体にこう密着ができて収納力もあります。で煙突はこの本体の中に入れることができて、一番最初はこの中に入っていたんですけど、そういう意味でもこの周りの本体サイズまでは小さくなります。でちょっとこう小さいサイズが今回は使えなかったんですけれども、意外にこの XL サイズも気に入っています。気に入っていますと。で薪ストーブは防寒グッズ、アウトドア用品で使う、防寒グッズがいろいろあると思うんですけれども、その中でも結構こう最上級に暖かいですね。当然焚き火とかも暖かいんですけれども、テントの中に公式で入れられるもので、テントの中で入れたりする人が多いと思うんですけれども、非常に暖かくて、良いそうです。火ストーブに関してこの上のところで調理をすることなどもできますと。天板がこう外れたりはしないんですけれども、この上に普通に何かを置いて調理をしたりすることができます。サイドにこう物を置くスペースがあるので、そういったところに何ですかね、こうお鍋をちょっと置いたり、やかんを置いておいて、ここをちょっとしたこうテーブル代わりにするっていうのもできるので、そういう、他にはない特徴があります。製品の特徴としては、コンパクト性に優れたノルウェー発の薪ストーブ。本体はステンレス製で錆に強いモデルですと。一般的なものは鉄を使っているので、こちらはステンレス製になっていますと。本体には耐熱ガラスが付属して炎を見ることができます。正面のガラス扉ですね。折りたたみ式の足は移動時に折りたたむことができて、かさばらず持ち運ぶことができますと。で付属のピンですね。確かペトロマックスと同じようにピンで刺して足を固定するというような形状ですね。扉に付属している空気調整扉を調整することにより、ストーブの強弱を調整することができると。5個の付属煙突は全体に全て収納ができます。中に入れて収納することができるので、煙突はいわゆるこうかさばらないと。でストーブの底に溜まった灰なんですけれども、専用の灰スクレーパーでストーブを使用していても取り除くことができるというふうに書かれています。本体は1000度まで耐えることができると。耐熱温度が1000度ですね。かなりですね。で燃焼効率が良く、煙突からの煙のはけもとても良く、携帯性のストーブながら機能性はよく使いやすいですというふうに書かれています。良い口コミとしては、一生ものというふうに書かれている方いますね。でオプションが豊富、調理もできる、持ち運びやすいと。逆の口コミは煙突が焼き付きやすい、高い、というふうに書いています。確かに僕が今回買った薪ストーブの中でも一番高いですね。68,200円なんで、圧倒的に高いので、これはもう一生使うつもりで買わないとっていうようなところは、賛同できますと。でオプションとしては、いわゆるこうウォーターヒーターとかも売られてますね。いわゆるこうお水を入れておいて、本体の上に乗せておいて、3リットルのお湯が沸かせるというような、そういうのもあるそうです。だから形状のデザインでいくと、僕は一番こうかっこいいなと思います。こう見た感じが、非常にかっこよくて、こう扉のところの工夫も、天幕デザインもそうなんですけれども、針金をこう丸めたやつっていうんですかね、こういうところもすごくおしゃれだなと思いました。個人的にはやっぱりこう炎を見る扉がもう少し大きければ、なおよしかなと思いました。あとはこのサイドの丸みがかったところを、かなり難しいんでしょうけれども、ガラスをつけるとか、そういう僕はとにかくこう見たいので、ただこの G ストーブに関しては本当にこう海外で非常に人気があるそうなんで、さらにこうオールステンレスというタイプがなかなかないので、人気がすごく続いてるんじゃないかなと思ってます。次は天幕デザインのウッドストーブの M ですね。こちらは Amazon で 54,780 円で購入をしました。高さが煙突を入れると 2m40cm、 幅が 52.6cm。 これはステンレスの棚を使用している時の横幅ですね。で奥行きが 57cm というふうになっています。で収納のサイズが幅が 20cm、 奥行きが 38cm、 高さが 20cm、重たさが 12.1kg なので、今回紹介したものの中では、何ですかね、大体この10キロから10何キロとか、それぐらいなんですかね。僕がもともと今回こうレビューをする、たくさんこう買い揃える前に買おうと思っていたものが、この天幕デザインのウッドストーブで、手に入れられてよかったなと思います。もう少しね、こう軽い持ち運びができやすいタイプもあるんですけれども、一旦はこちらをちょっと買ってみました。で特徴としては、耐熱性抜群の高品質ステンレス304製と
いうふうに書かれています。G ストーブもステンレス製なんですけれども、天幕デザインもステンレス製です。で、G ストーブの作りとこの天幕デザインのウッドストーブの作りはかなり似通ってるなと思いました。なんですかね、どちらもステンレスで洗練されている感じが見て取れます。で M サイズはソロからデュオにおすすめのコンパクトサイズと、炎が見えるガラス扉、天板の丸蓋を外せば直火料理が可能というふうに書かれています。でちょっと注意点として、僕多分このウッドストーブのスペシャルパッケージというのを買ってますね。いわゆる薪ストーブだけじゃなくて、ちょっと付属品がついているタイプを買ってるのでちょっと高くなってます。そうじゃないものは公式だと 39,800 円プラス税というふうに書かれています。あとこの天幕デザインのこの正面のいわゆる何ですかね、通気口と扉を開けるところの取っ手がめちゃくちゃおしゃれですね。これはやっぱりデザイン性ってやっぱすごく大事だなと思って、もうこういったところで魅了していくのかなというふうに思いました。正面のガラスの窓に関しても少し他に比べると G ストーブよりは多少大きいので炎が見やすいかなというふうに思っています。で横のところに天幕デザインのロゴのプレートが入っていて、これも非常にかっこいいですね。で天幕の煙突に関しても中に全て収納できるので持ち運びの時はかさばらないっていうのがあるみたいです。なんか結構初めて買うストーブはウッドストーブ、この間それこそふもとっぱらに行って薪ストーブを使っている方を見てきたんですけれども、1人いらっしゃいましたね。初めて買ったのはウッドストーブっていうふうにおっしゃってる方がいらっしゃいました。で上の何ですかね、この丸い天板を取るとここで直火料理もできるので、かつバタフライ型のステンレス棚がついているので、何かツールを置いたりダッチオーブンを置いたり、そういったちょっとしたテーブル代わりにするみたいなのもできるみたいです。G ストーブと結構本当に似てると思いましたね。であと僕がちょっと気になってて、今回は買わなかったんですけれども、天幕デザインのチタンストーブという、超軽量でコンパクトなモデルもあるみたいです。そちらは実は2kgで、本当にバイクツーリングの人とかそのレベルでも使うことができるんじゃないかなと思ってます。価格がねちょっとこれに比べると高いんですけれども、それもいつかちょっと使ってみたいなとは思ってます。今喋ってちょっと調べてたんですけど、やっぱかっこいいですね。かっこいいのでちょっと今も Amazon で注文しました。ちょっとこのチタンストーブに関しては後日また別の動画で、個別で上げてみようと思います。あとはショーズの薪ストーブに関しても使ってるシーンは今回撮影できていないので、そちらも別でちょっと使ってみます。はい、次ですね。次は小川のチビストーブ3です。こちらは僕は Amazon で 33,840 円で購入をしました。公式のサイトだと 38,280 円税込みというふうに書かれています。サイズは幅が28センチ、奥行きが40センチ、高さが150センチで、重たさが 5.2kg です。なので、その他今日紹介しているものに比べると、おおよそ半分の重さですね。で実際にこれ組み立ててみたんですけど、確かに軽くて薄いですね。かなり軽量化を工夫したものなんじゃないかなと思います。で特徴としては、煙突や台座が分解できて、本体に全てパーツが収納できると。持ち運びで便利なキャリーバッグ付きですと。従来にで、さらに言うと今回のモデルに関してはロストルが追加されたというふうに書かれています。このモデルに関しては正面に小さな丸いガラス扉があって、そこから炎は眺めることができます。で煙突の形状がちょっと違って、真上に何ですかね、その他のものみたいに天板から直接上に出てるっていうわけではなくて、一回後ろにぐるっと経由して上に立ち上がってるっていうような感じなので、そういった形の形状の違いは見受けられます。でさらに付属品としてバッグと、あとは炭トング、小さな炭トングがついていたので、そういう特徴もあるみたいです。でこのチビストーブの3に関しては、ソロキャンプだと確かにちょっと大きいかなと思いますね。そもそものなんですか、軽いんですけど、比較的大きさがあるっていう風に感じました。形状だと思いますね。形状が他に比べると、スリムではないっていうような感じが、しました。上が割と大きめなんで、比較的調理はしやすい類なのかなと思います。あとは後ろの方に煙突があるので、
そこも邪魔にならず、煙突部分が邪魔にならず、効率よく使えるのかなというふうに感じています。煙突とか足も薪ストーブの中に収納できるので、そういう意味では持ち運びの重たさがあんまりないのでいいのかなと思いました。で、足は自分で何ですかね、足も外れて中に入るんですけど、差し込んでカチッと、はめるだけなんで、これも簡単かなと思います。で、ロストルも2枚に分かれていて、中に入れるとロストルも2枚に分かれているというような感じですね。で、僕がちょっと動画の組み立ての時に煙突の部分の付属のワイヤーを本体にちょっと固定してないんですけれども、本来であればここは本体に固定をして煙突がグラグラしないようにしなくちゃいけないので、そこはちょっとご注意お願いします。で、薪ストーブを着火させる時なんですけれども、その他のものにも言えるんですけど、正面をちょっと開けっぱなしで火を燃やすとめちゃくちゃすぐ火がつきますね。で、さらに言うと薪ストーブというのは手前から空気を取り込んで煙突の方に向かって空気が流れていくので、手前の方で本来であれば火をつけておくと後ろの方の薪まで早く燃えます。逆に後ろの方でつけると後ろの方から先にどんどん燃えていってしまって、空気に対して逆向きの方で薪が燃えてこなくちゃいけないので、ちょっとだけ時間がかかりますね。なので手前の方、薪を入れて手前の方で着火をさせることによって、早く火がつくっていうふうに、思いました。はい、で次は本間製作所の、ステンレス製の時計型のストーブですね。で、こちらに関してはすごく、見ていただければ分かる通り、ここの工房の方が使っていたのを借りました。ちょうどあったのでちょっと使わせてくれというふうに言って、使いました。本間製作所の薪ストーブは新潟のメーカーなんですけれども、とにかく安いっていうのが特徴です。で、実際に、ストーブとしては、性能としては全然問題ないと思っていて、最近ね結構使ってる人が多いというふうに思ってます。で、正面の扉なんですけれども、こちらもオプションでガラスに変えることはできるみたいなので、火が見たい人はオプションを買うと、薪ストーブの中では比較的安価に薪ストーブが楽しめるっていう風なのがあるかもしれないです。ただやっぱり安いっていうのがあるんで、ちょっとバリが気になる人がいたりするそうなんで、ちょっと手を切ったりする可能性があるので、しっかりと手袋をつけてやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。この実際に使っている方曰くめちゃくちゃ暖かいそうですね。で、今回薪ストーブをこうやって並べていろいろ暖かさを比べたんですけれども、やっぱりね大きいんですよね。今回この本間製のやつがちょっと大きくて、やっぱ大きければ大きいほど当然なんですけれども暖かいです。かなり火をつけるとなんですかね、ちょっと近づくだけで熱気が来るんで暖かかったです。で、ただ僕今回温度計とかはちょっと持っていってないんですけれども、結論から言うと全て暖かいです。で、そんなにめちゃくちゃ雪の地域でね、雪中キャンプっていうシーンばかりではないと思っていて、もう僕的にはデザインとか形とか見た目で選んでいいのかなと思っています。どれでも暖かいと思います。もちろん多少なりとも暖かい差はあると思うんですけど、もう中に火をたくさんくべて薪をくべてしっかりと燃やしていれば全部暖かいはずなんで、そういったところで言うともうデザインで選んでいくのがいいのかなと思っています。で、そのデザインでいくと、僕は実はこの一番最後にちょっとあんまりこれ動画がないんですけれども、一番最後の置いてるこちらなんですけれども、昔からすごく昔のストーブなんですよね。で、ここの古民家の人が手に入れて今これ磨いてもらったんですけれども、ちょっとこちらを僕今回譲ってもらって、自分の山に置いておこうと思います。で、これめちゃくちゃ重くて多分20キロとか30キロぐらいあると思うんですけど、なんかコンパクト性とかいわゆる何ですかね、そういうガラスで見えるとかそういうわけではなく、なんかシルエットとかデザインがなんかちょっと心そそられたんで、これはぜひ手に入れたいと思って、実はこの薪ストーブを取りに行くついでに撮影させてもらったっていうような経緯もあります。
でこれはテントの中で使用するものでもなくて、どちらかというとその昔、居間とかコンクリートの上とかに置いて、使われていたのかなと思うんですけれども、非常にデザインが何ですかね、雰囲気があるもので、僕はこれは気に入っている、ちょっとこれから使っていこうと思っています。で最後にちょっとこれ画像がなくて恐縮なんですけれども、ショーズの G ストーブネオを先日その三つ星キャンプのロケの時にショーズの社長さんが使っていて、いろいろ聞きました。で組み立てるシーンから組み立てるところから見せてもらったんですけれども、かなりコンパクトですね。もしくは、今日紹介したものの中では圧倒的に一番コンパクトで、かつガラス扉が3面についてるんですよ。もちろんオプションで片面はつけているそうなんですけれども、最初のデフォルトの状態から正面と片側がガラスになっているので、火が眺められるっていう風な特徴があります。でさらにもう片面もガラスにできるオプションがあるそうなので、そのオプションをつけると3面から見れました。で煙突も組み立て式で、煙突もその中に入って本当にコンパクトで、ちょっとねまた後日こちらに関しては動画作ろうと思うんですけれども、かなりコンパクトでガラス扉がついていて、僕はすごくいいなと思いました。で上でもちろん天板の上に何か鉄板とかを置いて調理をすること、その時はねビーパルの付属の鉄板で小さなお肉を焼いていらっしゃったんですけれども、普通に焼けますし、温かいと。でやっぱりショーズの社長はとにかく火を眺めながら焚き火が大好きだと。もうキャンプに行ってるんじゃなくて、俺は焚き火を見に行ってるっていう風におっしゃられてたぐらいなので、焚き火に並々ならぬこだわりがあるそうです。でね、いつかちょっと工房にも遊びに行かせてもらおうと思ってるんですけれども、3面からオプションを使って2面を3面にして、3面から焚き火を眺めながらテントの中でキャンプができるっていうのはとても幸せなことだなというふうに思いました。ショーズはもともと板金屋から始まっているブランドなので、そういうものづくりは全て手作りでやっているそうです。そういったこともあって耐久性が非常に優れているっていうふうにおっしゃられていましたね。正確な言葉じゃないかもしれないんですけれども、継ぎ目とかネジとかを使っていないので、確か溶接をしてるのかな、溶接をして作っているので、非常に性能が非常に壊れづらいというふうにおっしゃられていました。値段もそこそこするんですけれども、買って一生使うっていうものであれば非常にいいんじゃないかなと思いました。で煙突は四角の形状で2つがパカって分かれるようになっているので、コンパクトに収納ができるという風になっています。ということで本日は薪ストーブですね。キャンプで使う薪ストーブを一応9種類、薪ストーブを9種類ご紹介しました。実際にこの動画になっているのは8種類なんですけれども、先日ショーズの社長にお会いした時にいろいろお聞きしたのを踏まえ9種類紹介をしています。で注意点としては、これ本当はテントの中で使っていいっていう風に、公式で謳われているのはほとんどなくて、どちらかというと自己責任になります。ですので、いわゆる何ですかね、細心の注意を払って使う、自己責任で使うしかないので、そのあたりはご注意を、細心の注意を払って、しっかりと何ですかね、何度もトレーニングをして使うのがいいんじゃないかなと思います。僕はね、毎回今後薪ストーブを使っていくということはおそらくない。なぜならば焚き火を僕はずっと焚いて、基本的にテントの中にいるっていうのがないの、寝る時しかないので、あんまり薪ストーブを多用するっていうことはないと思うんですけれども、それでもやっぱり薪ストーブっていうのは男心くすぐられるというか、なんですかね、キャンプの雰囲気をぐっとおしゃれでかついい雰囲気がよくしてくれるアイテムだと思うので、この動画を見て何か気になる薪ストーブとかがあれば、もう少し調べていただいて購入を検討いただくのもいいのかなと思いました。ちょっとね、今僕これ動画を作ってる、ちょっと今の時期はまだ購入ができるんですけれども、結構時期によっては売り切れるみたいですね。数があんまり薪ストーブはなかったり、量産ができないメーカーとかもあるみたいなので、そのあたりはどうにかうまく手に入れてください。それでは本日のタナチャンネルは薪ストーブを9種類ご紹介するという動画でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。